おはようございます。おはようございます。今日はね、野辺山に来てます。涼しいね。最高に爽やかです。ずっと20度だったよ、ここまで。いいね。山がちょっと隠れちゃってるけど、ね、今日はなんとなく晴れそう。これから良くなってきそう。本当？うん、な感じです。今日はロードスターで来てるんですけど、この後ね、もうちょっと涼しいところの麦草峠かなに行ってちょっと走っていこうかなと思います。メルヘン街道だね。じゃあ行きますよ。ついてきて。できてるね、野菜が。高原野菜がねえ、キャベツかレタスかわかんないけどいっぱい売ってるじゃん。トウモロコシだって。この標高で作ったら相当美味しいんじゃない？ねえ、無人販売だって。わ、前から大きいの来た。すごいね。野辺山といえばこのすごいな。すごい大きいね。後ろがさ、いやっていうかこれロードスターに乗ってるとさらに大きく、よりね、そう大きく感じる、ね、今日はね、麦草峠の方に登っていくんだけど、メルヘン街道ね。そう、その前にプルーン食べたいなと思って、高見沢プルーン園っていうね農園があるんだけど、去年かな、そう去年行ったの、なんか行ったんだよね、すごい美味しくていろんな種類のプルーン食べれるんだけど、まあ時期によってなんだけどね、そこにちょっと行ってプルーンでも買いたいなと思って。いいね。そこがね、佐古宝町になるのかな。そうだね、そこにまず行ってから、あとランチ食べて、でその後登っていこうかなと思います。プルーン屋さんすごいからね、試食いろんな種類の5、6種類を全部さ、味見させてもらってから買えるから、そうね、どれ買おうかなっていうのもそこで食べながら決めれるし、選べるから、高見沢プルーン行ってからどっかでランチ食べて、でその後メルヘン街道登って麦草の方に行く感じだね。はい。もうこっちは晴れてるね、こっちの方は。八ヶ岳だけちょうど雲がかかってる感じ。さあ八千穂駅まで降りてきました。はい。まだ涼しい。26度だって。涼しいね。意外とまだ大丈夫。そしてなんか雰囲気がいいね。なんか見学できるところ。あ、そう。来たことあったっけ？通ったことはある。あ、そうなんだ。まっすぐか。細いな。普通かな。違うでしょ。どうしよう、こんな道行けるかな。そう、プルーンのところ細いんだよね。だから気をつけないとさ、細いとこ行っちゃいますよって書いてあったような気がする。もうだって1キロでしょ。そうそう。だからちょっと道を間違えたね、今回は。さあもう着きます。あと 500m。結構道が良くなったよねえ。ここスモモとかも置いてるんだよね。来ました。はい、ここです。到着。わあ、いっぱいになってるよ。これそうだもんね。こっちはスモモかな。スモモかな、なんかカバーがしてあってね。ほら、すごいよここ。上見て。ハーリーリバーハニーローザ。ハニーローザ甘っ。こっち超甘いよ。あ、めっちゃ甘い。ね、次、海とオパール。
ない？すごいよ。すごいのが止まった。見える？よく見えてるけど、ガかな？蝶々かな？蝶々じゃないこれ。買えました。2つでね950円。450円と500円だったかな。パールがプルーンで、あ、そうで、こっちがプラムか。プラム。そうだよね。行きましょよかった、いっぱい買えて。う。ね超嬉しい。よし、ではお昼ご飯。はい。アルペンローザさんっていうイタリアンかな、洋食屋さん。イタリアンだよね。イタリアンかな。行ってみましょう。すぐ近くで、ここのプルーン園から車で5分です。あ、近いね。ちょうどいいじゃん。11時から。11時からオープンなんでちょうどいいかな。11時か。お、千曲川のほぼ源流。そうだよね。超細いもんね。こんなんだもん、川幅。細いね、まだ。意外と涼しいね、今も。27度だもん。爽やかです。どこだ？あ、そうそう。これで見つけたんだ。去年。今右にさ、看板型旗が立っててさ。あ、そう。それで見つけてさ、ね、おーってなったんだ。ここです。はい、行ってみましょう。駐車場はここ？今日はね、スパゲッティランチの1000円と、あとアルペンローズランチを1つ1200円です。すごいね、いろいろ作る。そうあるね。すごいな。ランチはね、ミニサラダがついて、あとお飲み物もね1つ選べるらしいよ。いただきます。あ、美味しい。安いね、しかし。ランチ1000円でしょ。なんでそんな安いんだ。飲み物ついて。コーヒーまでついて。そう、コーヒー、そう。サラダにコーヒーついてね。アルペンローズペットはこれか。あれ、パスタつかなかった？じゃがいもかな。じゃがいもかな。いただきます。あ、じゃがいも。美味しそう。ホクホクのじゃがいも。あ、すげえ量きた。すごい量きたよ。すごい美味しそう。ちょっとスープパスタじゃん。ねえ、すごくない？パンもあってさ、あ、これかと思ったの最初。あ、パスタつかないなと思った。しっかりパスタ。さっぱり味だけどさ、ちゃんと味があって、いいね。美味しいな。野菜がいっぱい入ってていいな。すごいね。ヘルシーだね、だいぶ。チキンもなんかさっぱりしてそうです。いや、美味しかったね。美味しかったね。お腹いっぱい。俺の方すごい量だったぞ。ねえ。なんかグラタンみたいなのがさ、そうついて。いや、いいよ。最高でした。しかし安いね。いくらだった？2200円。あれ税込みなんだ、1200円って。だから私のが1000円で、そちらが1200円。今時ないよね。安い。だからかすげえ混んでたもん。そう。最初11時でさ、オープンと同時に行ったからさ、一組だったけど、出る時満席だった。そうね。まだ12時前だからね。それも平日のね。ねえ。すごいよ。よし、では行きますか。はい。そろそろ暑くなってきたし。今何度？あ、でも27度じゃん。27度。今日涼しいよ。だって全然オープンで汗だくにならないもん。確かにね。でこっから麦草峠までがこれかな。40分ぐらい、さっきのお店から。こっからで27キロ。気持ちいいドライブだと思うんだけど、どうだろう、天気があれでしょ。まあ上に行ったらちょっと曇っちゃうかもね。上というか山に入ったらもうダメかも。こっちからメルヘン街道行ったらあそこも行けるのかな。八千穂高原。行けるんじゃない？通るよね。久々に白樺見ていきたいな。いいね。あそこ気持ちいいからね。そうそう、道のいいか通過で行きましょう。気持ちいいな。
まだまだオープンで走れるね。ねおほほさあここかな。ああ、本当だ。左。はい。結構登るんだね。うん。さっき 1000m ってなってたからさ、だって麦草2100ぐらいでしょ。ここ右だよ。だよね。白樺八千穂レイク、八千穂レイクでも見ていこうかな。なんかあったよね、砂利の駐車場が。あったよ。あ、もうあった？これからここじゃない？ここか。ちょっと行ってみましょう。いっぱいいるね。いっぱい人がね。人がいっぱいいる。ね。釣り人が。みんなフライだね。すごい入ってるじゃん。いいな。すげえ釣れた。おお、引いてます。引いてます。普通の釣り堀もあるのね。5匹、5匹1500円だ。いいじゃん。ニジマスだ。ねえ。いっぱいいますよ。で、こっちは1日3500円で、あれだって、リリースだって。ルアーもいいみたいよ。そうそう。 30センチ以上の。どう？見えてる。鮭じゃないからな。あ、いた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 。うわ、でかっ。でかっ。でかい。マジかよ。超でかいよ。超でかいじゃん。よし、では行きますか。おお。ここいいね。めっちゃいい。めっちゃいいよね。うん。 1500円でさ、うん。 5匹まで持ち帰れて、うんしかも氷に入れてくれるんだって。あら、すごいでしょ。至れり尽くせり至れり尽くせりだよ、本当に。いいね。ねしかし爽やかだね。爽やか湿度が低くってえ、今だって24度だもん。すごいよでね。、なんでかなと思ったら標高がここ 1500m あるんだって。結構高いよね。うん、白樺湖より高い。すごいよ。すごいよ、本当。爽やかすぎる。ね全然汗かかない。え、そして空いてるしね。そう、なんか空いてるんだよね。なんでこんな空いてるんだわろう。かんない。穴場感があるよね。ねうんえ、もうツツジも終わって、あだからかな。あ、わかんないけど。ここか。あ、ここ左か。駒出池キャンプ場はまっすぐ。今日はいつになったら運転させてもらえるんでしょうか。ないよ、今日は。嘘。今日はないよ。山降りてから山降りてから暑いとこですればいいじゃん。今日はないんだ。今日はないよ。残念。したいの。まあいいよ。もう白樺がすごい綺麗だよ。ねえ。いいなあ。いいね。いやー最高だぞこれは。ああ、鳥がさえずっちゃってねえ。最高だ。これ自然園だよね。自然園のところ。うん。イワナが食べれる。おお。あ、ソフトクリームいいな。ソフトクリーム食べる？食べたいね。食べたいよね。ちょっと行ってみる？うん。さあ行ってみましょう。ソフトクリーム。ここら辺は中戸牧場が多いけど、ここは違うみ高たい。原のソフトクリームって八千穂書いてあるよ。高原ソフトだって。八千穂うん。高原ソフト。本当だ。
自慢北海道で買ってきた新米長キーホルダー可愛いでしょ。ガチャガチャです。なんと300円。この前どっかで売ってたよ。結構黄色いね。そうそんなことないよ。そんなことない、上があれか。いただきます。初めて食べるかな、ここで。ね。めっちゃ多いよ。多い。多い。ああ。美味しい。激ホ高原ソフト。なんかさ、濃厚って書いてあったけど濃厚。濃厚？美味しい。甘い系？甘い。美味しかった。美味しかったね。涼しいんだね。19度ってなってたもん。バイクも最高だろうね。最高だろうね、今日なんかは。けど日差しが強くなってきた。25度ぐらい。それでも、まあ涼しいね。めっちゃ爽やかだよね。こんな爽やかだとちょっと上歩きたいね。あっちの湿原の方行ってみようかな。あ、いいんじゃない？止めれるかな、車。あ、どうだろう。登山駐車場混んでるかも。まあもう2時になるから大丈夫か。道はいいよね。でもボコボコしないし。そうそうね、ちょっと細い。でもちょっと細いんだよね。ヴィーナスラインに比べたら細いかな、やっぱり。ね。1800m です。さらに涼しくなった。あ、いいね。本当だ。大丈夫だね。平駒池。涼しい。最高です。いいね。さあ、駐車場は空いているでしょうか。どこだっけ？このちょっと先のところだよね。どうでしょう。入れる？あ、入れるよね。大丈夫だよね。大丈夫。行ってみますか。余裕で止めれた。いやー、爽やかですね。ちょっとこの中を散歩しに行きましょう。すごいな、鳥のさえずりが。冬来るとね、結構静かなんだけど、夏はたくさん鳥が鳴いてます。いやー、最高の森林浴だ、これは。綺麗だなー、すごいなー。わあ、やっぱいいね。やっぱりいいね。最高だぞ。日差しは強いけどさ。結構綺麗だよね。ここ綺麗。冬も来たけど夏もいいね。夏もいいし、まあいつでもいいね。わあ、涼しいな。最高に涼しいな。駐車場の真横だしね、道路から。本当お散歩感覚で森の中歩けて。で、他のところに比べたらさ、熊が少なそうだし。そうだね。
ごいね、苔とかここのねすごいよね、キノコみたい。あれ何、奥草原みたいなのあるじゃんね。あれ初めて来るね、こっち。うちまでね。ねすごいね。行ってみようか。あれ分岐あった？分岐あったんじゃない？1回そう、気づかなかったんだ。何の鳴き声だ。初めて聞くな。苔の森はもう終わりかな、一旦ここで。ねえ、開けてるもん。なんだろうね、この鳥は。ね。あ、違うか。いた？わかんない。もうちょっと行ってみる？気持ちいいね。最高だよ、本当に。こんな夏休み全盛期でこんな空いててさ。本当だね。さあ、今日はね、実は新しいジンバルカメラでほぼ全部を撮影しているんですけど、それがこちらです。はい。こちらです。こんな感じ。じゃあ起動してみますね。なんとレンズが2つついてます。素晴らしいね。で、製品名がね、インスタ360ルナウルトラっていう製品になります。で、私たちは計今まで3台かな、このジンバルカメラっていうのを使ってて、でこれで4台目になります。そうだね。8年くらい使ってるかな。ジンバルカメラって今までズームレンズがついてなかったんだけど、今回それが克服されてより進化してズームが使えるようになりました。そうそう、これはかなり大きくて、でジンバルカメラって何かっていうと、こういう感じで今ヘッドが動いてるんですけど、揺れを、ね、こう制御してくれたりするやつなんですけど、よく一眼レフにジンバルをつけてうちは撮影してるんですけど、これはこのコンパクトなボディのヘッド部分にジンバル機能がついたカメラになります。なんでイメージ的にはアクションカメラにジンバルがついたようなイメージかな。でアクションカメラはなんだろう、デジタル機械的にじゃなくて、こう処理でね、振動を抑えるんだよね。だけどこれは機械式だよね。ここが3軸ついてて、機械式でそういう振動とかを制御するから、より細かな制御ができるというか、繊細な制御ができます。で画角的には 20mm かな、これが一番広い広角側が、アクションカメラだと 12mm とか 14mm から撮れてすごい広角なんですね。超広角になるから、それでなんかこう旅行とかに行っちゃうと、どうしても広く撮れすぎて人がすごい小さくなったり、ご飯がすごい小さくなっちゃったりね、食事の時もっていうところから、結構このジンバルカメラっていうのを旅の風景を撮るとか、Vlog だね、で使われる方が多いんですけど、それでも広角しか今までついてなかったのが、ついにレンズが2つになったと。で片方が 20mm で、もう一つのレンズが 60mm になります。でさらにこれ 8K まで撮れるのね、ロスレスのズームで6倍までは画像劣化なくズームができると。なんで6倍なんで 20mm の6倍なんで 120mm まで撮れると。かなりズームだよね、そういうレンズがついにつきました。もうこれで無敵だよね。でさらにね、これ最大12倍までズームができて、で6倍から12倍まではデジタルズームになるの。そうだね、だからちょっと画質は画像は劣化しちゃうんだけど、それでもこのインスタってすごい処理がうまいから、かなり綺麗に撮れます。いやすごいよ。12倍だからね。12倍って言ったら相当だよね。240mm だもん、もう普通バズーカみたいなレンズじゃん、ね。そういうレンズがついちゃうと。それがこんなコンパクトですごいよね。片手で持ててね。でこれね、さらにすごいのが
こちら取れるんですっていうことはこれをどこかに置いて自分を映しながらこうやって取れると確認しながらこんな感じでね。そうそう、すごいよね。ズームもここで簡単にできるし、停止もここでできるし、こんな感じで動かすこともできるからね。こうやって簡単に動かすこともできます。カメラを電源落とします。こんな感じで電源も入れれるんだよね。これはすごいよね。なんかこれはさ、実際使ってみないとわからないところだけど相当便利。すごいよね、この機能は。だからこのジンバル足もついてるんだよね。そう、ここにそう今ねちょっと持ってきてないんだけど、足を三脚、ちっちゃな三脚みたいなのもついてて、それをこうレストランとかで立てて、そこのね右で操作できたり、車にもうずっと今日はルナウルトラを設置してて、助手席の人があとはボタンでオンオフして録画をすると、そういう使い方をしてました。それも相当便利。この機能はすごいな。これはないよね、他にも。この便利な機能はだいたいさ、インスタもそうなんだけど、携帯で連動はしててさ、アプリを介して携帯で動かすことはできるんだけどやっぱめんどくさいんだよね、それすると。どうしてもね、なんで結局使わなくなっちゃうんだけど、これだったらすぐ外せてさ、液晶もついてるから相当いいです。すごいね、これ。なんかこれはさ、なんかおまけの機能というかさ、やっぱメインはこのレンズが2つになったっていうのがさ、一番センセーショナルというか、ようやくかっていう、ついに出たなっていう感じだったんだけど、同じぐらいその離れるっていうのもいい。で他ね、機能は相当良くて、いろんなところはまた細かくね家で撮ったのでご紹介させていただきます。いやー、いいね、これは無敵ですね。すごいね、本当に今時のカメラっていうのは進化がすごいよね。家でこのシステムを一眼でね、だいたいあるじゃん。240mm まで撮れてジンバルっていう、どんなセットになるかっていうね、ちょっとやってみようと思うけど、2キロはいくね、重さで言ったら、ね、でカメラ2台で 20mm のレンズと 200mm のバズーカみたいなレンズとジンバルと相当大きいからね。で今回ねマイクプロを一緒に使ってるんですけど、これですね、インスタ360マイクプロかな。これがね、ニコちゃんマーク。そうそう、これね変えれるの。だから自分の顔にしたければすごいよね。自分の顔にもできるし、これ変えれるんだよね。そう、なんか黄色いシールかなと思ったら違ってさ、それ液晶なんだよね。液晶なのこれでいろんななんかさ、インスタ360って書いてるのもあれば、こっちがそうかな、そうインスタ360って書いてるのもあれば、なんかニコちゃんマークみたいなのが最初から何個かあるんだよね。そうそう。でそれ以外に自分の写真とかも取り込めるの、ね、すごい、これ超面白い。自分の顔やる人なかなかいないと思うけどだけどこれマイクがね最大 4個までつなげたりするんだって、一眼レフとかだとね、そうなるとどれか分かんないじゃん。だから A さん B さん C さんとかさ、そういうので区別したりっていうのでもできるし、あとはなんかデザイン性もあるし、いいよねこれでもね。でね、今回これと、接続して使ってるんだけど、ここからも操作ができて、このねボタンを押すと撮れます。録音開始、録画開始。ここでもう一回押すと停止みたいな感じでね、ここのマイクのところでも操作ができるようになってます。これもめちゃくちゃ便利。でこれはね画面が外れるじゃん、だからそっちで操作してもいいんだけど、どっかに置いてる時にマイク触ったら録音できるっていうのはすごい便利で、このマイクプロっていうのは他のインスタの機器にもつながるからさ、例えばインスタ 360X5 で棒の先につけてて、このマイクでプチッと押したら、録画開始みたいなね、そうっていうのもできてすごい助かる。あとね、このルナウルトラに関しては2台つなげることができます。そうだから2人でこう声をねそれぞれ入れる。だから私たちみたいに2人で動画撮ってる人たちには2台つなげることもできます。そうすごい便利で、モニターにね2つバーが出て、どっちの声がどうみたいなのも全部わかるようになってるし、これもいいよね。もう無敵のセット、
これからこれがほぼほぼになるんじゃないかと。うん、で今回ね僕らはクリエイターキットっていうのを使ってるんだけど、うん、でクリエイターキットにはこのマイクプロは1台ついてるのかな、だから2台使いたい時はまた1個別で準備しないとダメなんだけど、そういうセットがあります、はい、クリエイターキットには他にもいろいろついてたんだけど、それも後でねまた改めて他でご紹介します。はい、でね最後広角レンズだけちょっとご紹介しておきます。これです、はい、でねそれがねここにカチッともう磁石でひっつけるだけなんだけど、それを使うと角度108度だったかな、だから 35mm 換算でだいたい 15mm 前後になるんじゃないかなという感じ、今 20mm だからさらにかなり広く撮れるようになる。これだけあら便利ねえ、すごい便利。さあ 20mm のレンズにこの純正の広角レンズキットどうでしょう。わ、超広い。外してみるね、磁石で簡単に。ほらすごいでしょ。ここの端っこ見てたらさこっち映るもんね、このさこの右側のさ右側がこんなに映ってる、そう今これつけたんだけど歩く歩道映ってるでしょ、遊歩道、これを撮るとなるほど、ほらね、いいよね。しかも磁石で簡単につく、素晴らしい。広いレンズつけてちょっと歩いてみよう。そしてちょっとさっきさトラッキングもしてみたんだけど、トラッキングがすごい優秀で、この人物トラッキングはもちろんなんだけど、さっき車やってみたらちゃんと車トラッキングしてた。おーすごいねロードスター追いかけ回してたよさあじゃあちょっとトラッキングやってみようと思うんですけど、トラッキングはもう簡単でこのボタンを1回押します。そしたらもうディープ追跡を開始で、さらにトラッキングをこのカメラのどこで捉えたいかっていうのをこのボタンで選べます。で例えばこのジョグダイヤルでここにしたらこんな感じ、これで確認をしたらもうここで OK です。じゃあこれでちょっとやってみます。どうぞ。ヘッドが勝手に動いてきます。すごいよこれ。どうぞ。ヘッドが勝手に動いてきます。すごいよこれ。実際これ一人で使うことが多いと思うんだよね、その時にさっきのこれが外せると、はい、マジで無敵です。で私あっちに行きます。こんな感じでカメラは下に置いてコントローラーちょっと自分で持って操作すると。でトラッキングをさっきみたいに選んだら OK です。さあ別日なんですけど商品の説明をしたいと思います。今回の Vlog なんですけど、車で走ってる360度カメラを使ってる映像と、あとはこのカメラが映ってる映像以外は全部この新しいこのジンバルカメラで撮影をしています。こちらのカメラなんですけど、インスタ360のルナウルトラという製品になります。めちゃくちゃ良かったね。コンパクトで、あとやっぱりズームも使えるっていうのも良かったし、どこでもすぐ出して手軽に撮れるのがすごく良かったです。今回のインスタ360ルナウルトラと同じような撮影方法を一眼レフでやろうとしたらね、こんなイメージですね。広角のレンズ1つとズームレンズ、それからマイクと奥にあるのがジンバルになるんですけど、これぐらいの大きさの差が出ます。
全然違うね。うんサイズ感はやっぱり。このインスタ360っていう会社は他にもね、いっぱい製品は出してて、このインスタ 360X5 っていう360度カメラですね。それとか体につけるようなアクションカメラなんかを出してるメーカーになってます。で、この360度カメラなんかで言うと、シェアの7割をインスタ360が持ってたりするような、すごい大きなメーカーになります。じゃあちょっと説明するのに起動した方がいいと思うので、まず下をつけて。これ便利だよね。とっても便利。この足がついてるっていうのは一番いいかも。ほんとね、ほんとね。こんな感じで。こんな感じです。今回のこの製品ルナウルトラの最大の特徴なんですけど、まず1インチセンサーが搭載されていて、高画質な動画が撮れるというところ。広角側が1インチ。で、望遠側は 1.3 分の1インチのセンサーが搭載されてます。で、この製品のレンズがライカのズミクロンレンズが使われていて、メインレンズの方が絞りが F1.8、あと望遠レンズが F2.0 っていうかなり明るいレンズがついてます。すごいね。絞り F1.8 だからね。うん。でしかもライカのズミクロンといえばね、かなり有名なレンズなんだけど、ルナウルトラがライカと共同開発していろいろやってるみたいで、カラープロファイルがもうカメラ内に搭載されてるの。うん。で、ライカナチュラルとか、ライカビビットとかね、ライカクロームっていうのを選んだら、ちょっと味のある色で撮影できるっていうのがもう内蔵されてます。はい。このカメラが最大 8K まで、8K の30フレームだね。まで撮影ができて、4K だと120フレームまで。あと、スローモーションも撮れて、スローモーションが 4K120 フレームの撮影ができます。ピュアビデオモードもついてて、夜の撮影なんかも綺麗に撮れるようになってて、4K60 フレームで撮れます。F 値がさ、1.8 で、ピュアビデオモードを搭載してるから多分かなり綺麗に撮れると思うんだけど、夜の撮影ではまだ使ってないので、これはまた今後いろいろ使っていこうと思います。はい。通常の撮影もできるんですけど、10ビットの iLog 対応で、カラーグレーディングなんかもできるような撮影方法もあります。このね、ログ対応で、しかも10ビットだからね、かなり快調豊かというか、明暗が激しいところでも白飛びしなかったり、黒つぶれしないで撮れると。そこら辺もかなり本格的な仕様になってます。今回私たちはクリエイターキットっていうのを使ってるんですけど、通常だとこの本体とか、あとはケース、あとは下のこの三脚がついてるところとか、そういうのはついてるんですけど、このクリエイターキットになると、まずケースがついて、あとこのマイクプロが1台、あと、これが広角のワイドアングルレンズ。これがつきます。で、あともう一つね、バッテリーハンドルっていう 1000mAh のバッテリーもつくようになります。拡張バッテリーだね。この下のこの部分をこれに変えてあげると。このバッテリーにね、変えることができるんだけど、メインジンバルが 1550mAh かな。で、この外せる部分があるじゃん。この着脱式のタッチスクリーンが 210mAh なのね。で、トータルで 1760mAh ぐらいの容量なんだけど、このエクストラバッテリーは 1000mAh なんで、結構大きな外付けバッテリーをつけることができると。これつけたらかなり長く撮影できるようになるんで、充電がすぐにできないような環境で使う場合ね、登山とか、そういうところで使うシチュエーションが多い方は、このバッテリーハンドルあってもいいかなと思います。はい。ただね、このルナウルトラのもう一個すごいところが、充電速度がすっごい速いの。23分で 80% まで充電してくれるんだって。でね、実際充電してみたんだけど、40W 以上出てた。カタログ値では 45W かな。45W のすごい速い急速充電。だいたい今速くても 20W ぐらいじゃん、携帯とか。なんで 45W で充電してくれるから、ちょっと時間が空いた時にコンセントから充電するとか、そういう使い方で十分電池容量はあるのかなというふうに感じます。とにかくね、手軽なんだよね、このカメラは。そうそう。で、さっと出してすぐ撮れるし、あとはすごく綺麗な映像も残すことができるし、本格的な仕様もついてるので、綺麗に後から編集することもできるっていうのがやっぱりいいかなと思います。
で、あと、やっぱ一人で撮る人って結構多いと思うんだけど、うん自分を映したいっていうシチュエーションも結構あると思うのね。で、その時に、ここが撮れるっていうのがやっぱ一番いいなと思って、ここで操作ができて、ここで撮れるっていうね、遠隔操作ができるっていうのもとってもいいなというふうに思います。そうだね。確かにさ、一人で使うときにかなり使いやすい設計になってるなと思うのと、うんうん。やっぱ俺が思うのは、レンズが2つになって、うん6倍までは画質の劣化がなく、ズームができるっていうところ。うんうん。で、今回もさ、苔のところとか結構ズームで使ってみたんだけど、うん、今までのジンバルカメラじゃ絶対あんなの撮れないから。そうそうそう。すごかったもん。びっくりしたもん。後で、編集するとき見てみたんだけど、何これと思って。すごい綺麗に映ってたし、あとなんか、後ろのボケ感とかも結構綺麗だったから、あ、いいなと思ったんだけど。そういうところで、本当に手軽に使えるし、結構、綺麗な映像として残すことができるから、かなり楽しいカメラだなと思います。すごいおすすめの一台です。今日はインスタ360ルナウルトラのご紹介でした。詳細は概要欄にまたリンクを掲載したいと思いますので、ご興味ある方はぜひ見てみてください。すごいな、このトラッキングといいさ、コントローラーのこの画面外せるって。結構優秀だね。相当便利。うん。いいね。これはさ、やっぱり一人で Vlog 撮るとかも相当楽になるんだろうね。相当楽だと思う。なんか、今までだったら走り回るじゃん。はい、ボタンを押して走って、はい、始まりますみたいな。ねえ。いや、俺らもそうじゃん。カメラをさ、一眼を遠くに置いてさ、ボタンを押してから座りに行ったりして撮ってたけど、これなら手元に置いといて、画角も自由に変えれるしさ。確認しながら撮れるっていうのが一番すごいよね。すごいよ。革命かもしれない。最初初めてジンバルが出た時すごいもん出たなと思ったけどさ、すごいこれは。さあ行きますか。行きましょう。いやー楽しかったね。ねえ。綺麗だね、やっぱり。すごく綺麗だったよ。ね。麦草というかね、麦草の白駒じゃない側。いいよね。静かでさ。そう。苔もいっぱいあったね。苔もすごいんだよね、あそこ。そう。よし、ではこのまま、これはなんだっけ、メルヘン街道か。メルヘン街道降りてって、どっかで温泉と夕飯か。温泉がさ、なんだっけ、あそこ新しいとこができたんだよね。新しいところというかさ、俺が12、3年前によく行ってたところがさ、ずっと潰れてて、なんか最近オープンしてたっぽいんだよね。なんだったっけ、名前忘れちゃったんだよな。でそれをずーっとさ探してたの、ここに来るたびに。でいろんなとこあるじゃん、カッパの湯とかさ、いろんなの、でどれだったかなと思って記憶まんま定かじゃなかったんだけど、で何箇所か行ったんだけど全部違ったの、でそれがねようやく見つかって、ここ 1,2 年で再オープンしたっていう噂なの。何だったかな、そこがもしあったら行きたいんだけど、調べてみないと。どういう温泉なんだろう。露天だけだったんだよね。露天だけなんだ。そう。じゃあ冬やってないのかな。冬行ったんだよね。俺くっそ寒い冬に行った記憶がある。露天しかないのに。こんなに標高が高いところで。そう。露天しかないし、洗い場も外だったんじゃないかな。確かね。いやそういう感じのなんか野湯っぽい雰囲気でさ、すごい好きだったの。何だったかな、ちょっと調べてみる。究極の整うだね、それは。冬はね。冬はサウナじゃなく整うっていう。ね。この先は鹿がいるから気をつけて。そうだね。いっぱいいるもんね、なんかね。わかりました、温泉。石安の湯。石安の湯。今年の4月だって再オープンが。で700円かな。行ってみようよ。いいね。源泉かけ流しだって。いいでしょ。嬉しいな、この立科エリアでまた新しい温泉に入れるの。
それがすごい好きだったんだけど、うんまあもうだいぶ昔の記憶だから、うんよくダウンヒルに来てた頃にさ、うんここら辺フラフラしてたから、うんその時の記憶だから、その後こっちに来てさ、うんいっぱい温泉行ってるじゃん、いいところ。言ってるね。だからちょっとわかんないけど、すごい良かった記憶はあるの。うん昔なんかだとさ、泉質とかあんまり気にしてなかったからさ、うんまあ泉質が一番気になるところじゃん。まあねねうんおお、出てくるなよ。ちっちゃな出てきそう小鹿がいるよ。かわいい。本当だね。あら、前にもいっぱいいるね。え本当に。本当だ。ねえ、気をつけて。かわいい。ほら、ちょうど夕飯でご飯時かしら。見て見て、小鹿だよ、小鹿。本当だ。ほらほら、かわいい。標高1500メーターか。ここ？この先、こここれかここ。うん。行けそう？あ、行ける。おお。すげえ道。この先に何があるんでしょうっていう。ねいい感じ。こう右だって。え、また違う道があったんだね、絶対。ていうかここかな。そういう問題が。自信がなくなってきた。ちょっと出てきたよ。ほら。ね。もっといい道があったじゃん。ほら。やっぱり。これ右だよね。左行ったらすぐ、そうだね。ねうんえ。ねえ。ほらあったでしょあ。ったあった。あ、やっぱ絶対そう。石安の再オープンって書いてあるもお、初めん。て来た。絶対そすごい。こんな山奥にあるの？う。ねえ。わ、嬉しいな。今日やってる？多分。マジで10年ぶりぐらいだからな。おお、ちょっとどうしよう。嬉しいな。絶対ここだ。秘境感があるね、ちょっと。日陰は涼しいしさ。あ、いいね。ねあれすごいじゃん。え。これ露天でしょ。星がある。あれ？本当だ。ほら、源泉かけ流し。700円。よかった。超気持ちよかっ気持ちた。よかったね。開放感がすごかったぞ。この温度も抜群で、よかった。この暑い夏に涼しく入れる。あ、そう？こっち結構暑かったよ。2つあって、屋根がある方はね、うん結構暑かった。あ、そう？うん。なんか露天風呂がさ、うんあってさ、全部露屋根天だったぞ。は両方あったんだけど、うん女風呂はうん。なんかそっちの方ぬるかったよ。あ、そいい具合の温度でした。う。なんかモールっぽかったね。ちょっあ、と色がね、ねなんかそんな感じ。ちすっょっとげえよかった。茶色っぽい感じの。やっぱここだった。よかったね、うん見つかって。よかった。こっちから行くか。こっちだよね、さすがに。また左で行けって言ってたけど、こっちの方が太いでしょ、さすがにね。ねじゃあ夕飯行きましょはーい。う。夕飯はこの立科の高原で食べようん。う。八ヶ岳は出ないな、今日は。ねうん。え。さあ、そして夕飯はね、ここもうすぐちょっと登ったところで食べようかなと。はーい。初めて行くところ、ポールズキッチンさん。行ってみましょう。ここです。カフェ&レストラン。美味しいコーヒーあります。何でしょう、いっぱいあるな。なんかコーヒーも美味しそうだよ。いいよね。フラッペもあるじゃん。ゴーフラペチーノ。今日はね、俺、お肉のラザニアと、あとこれかな。ポークパルミジャーノフライドポテトサラダ付き。いいね。フィ2090ッシュ&チップスもいいけどな。円。うん、それもいいね。迷った。じゃあ、肉にしよラザニア？う。うん。うん。あと飲み物飲みたいね。これ、マンゴーフラッペ。
マンゴーフラッペ、うん。私カフェラテでもいいよ、カフ俺。ェラテ。うん、アイスだね。ああ、こっちはさらに超いいのだね。すげえな。今日はテラスです。すごいね。知った。いくらだったかな。600円ちょっとだったかな。超うまそう。美味しそう。マンゴーフラッペ。やばくない？なあ。しかもこれ全部シャーベットだよ。先。はい。うまっ。最高です。そっちはどう？こちらはカフェラテ。いる？ストロー。アイスカフェラテ。うん、刺しといて。美味しそう。うまいな。いい音です。すっごい涼しいね。ねこう夕方。え、最高のねお席で。超うまいでしょ。うん。美味しい。超うまそうじゃない？美味しそう。グツグツだね。うわあ、うまそう。いただきます。あー、すごいな。あ、うまっ。あっつ。熱いって言ってたよ。うん。お皿も熱いって。あ、超うまい。そのままグツグツだから。ねえ。で、少なく見えてさ、熱いのね。だからうん。すごい量だと思う。うん。来ました。美味しそ何それ。パルミジャーノ。うわ、うまそう。どういう食べ物？チキンが、チキンカツか。カツレツか。う。美味しそう。ポークだったねそうそう、ポークだよね。美味しいです。とっても。何味？トマト？トマトと玉ねぎも入ってるの。なんか、トマトとチーズと、あと、ハム、ベーコンかな？うん。なんか入ってるね。うん。が、カツの上にかかってます。あで、下にポテトがあるみたいな感じ。ー、これは相当さ、ハイカロリーだね。うん。いただきます。あー、うまいなー。超うまいね。うん。うん。あ、美味しい。なんか、日本じゃないみたい。うん。ね、うん雰囲気もさ、この気候もさ、全部。いいね。最高だね。ねこれもね、ラザニアなのに、すっごい野菜の味するの。超美味しい。あ、美味しかった美ね。味しかったね。そうそう、見覚えあるなと思ったら、お隣さんエピさんじゃん。だし、あそこはさ、ああ、あれね、そうおそう。邪魔したレストランだし。そうそうそう。ね。いっぱいだね。この辺り美味しいお店がいっぱいだ。多いね。 Y voy a hacerlo con la timidez hasta llegar a la desnudez. Me gusta estar